Future FM Tokyo Music Radar 今夜のゲストはココラシカの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このラジオの初回放送に来てもらってぶりだから、半年くらい経った、もうそんな経つんですか、ね、そうですね。ちょっと今日はいろいろまたさらにね深掘っていきたいと思いますけれども、改めて、3人とも自己紹介をお願いできますか。はい、キーボードボーカルのコウキです。よろしくお願いします。ベースのラナです。よろしくお願いします。ドラムのコタです。よろしくお願いします。前回出演してもらった時のこと覚えてます？もちろんです。本当に何話したかとか覚えてます？なんか仙台の野宿の話とかありましたね。あと江ノ島でなんか僕が一人で曲かけに行って何も思い浮かばなかったみたいなのを話したの覚えてますね。曲が浮かばない時に散歩してみようってなるけど、結局それでも浮かばないから、もうねいろんなリファレンスを見ようっていうね、そういう話になりましたね。はい、ということで、コウキさん、コタさん、ラナさんをゲストにお迎えして今週来週とたっぷりお話をしていきたいと思います。お願いします。まずは何と言ってもですね、ココラシカメジャーデビューおめでとうございます。ありがとうございます。デビューが決まった時の心境いかがでしたか？いやもうなんか実感がもう湧かなかったんですけど、この前のワンマンの時に発表して、その時にすっごいなんか応援してくれてる人たちが喜んでくれた姿を見て、すっごい実感湧いたのと、なんか嬉しかったなっていうのが思いましたね。涙出たもんね。泣きました？いや泣いてはないですけど。泣いてないけど。かっこそんなね、泣いてないけどっていうところね。いや私SNS でその発表の瞬間の映像をね、多分スタッフさんが回してたの、それを拝見して、私もなんかね、コウキくんがデビュー決定しましたって言った瞬間のフロアの脇をなんか私もちょっと感動しちゃって、そうっていうのもですね、実は同じレーベルなんですよね。レーベルメイトになりましたね。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。実はちょっともう事務所とかね、スタジオぶりぐらいな感じでね、実はね、スタジオは半年ぶりですけど、しょっちゅう会ってますので、ちょっとフランクな感じで今日私もやらせてもらいたいなと思います。実際デビューするって決まった時、いつどこで誰からどんな風に告げられました？もともとなんかサポートを少しずつしてもらってはいたんですけど、会社になんかいろいろ過程経て、もうそろそろ早いけどいいんじゃないかなっていうので、今回ちょっとメジャーデビューっていう感じにさせてもらって、早いけどいいんじゃないかって、だから事務所がね、この3人も背中を押してバンと行かせようって思ったってことですね。はい、ありがたいことにノリに乗ってますねっていう感じですね。周囲の反応はいかがでした？周囲の反応か、それこそやっぱりワンマンでの発表の時が一番やっぱ嬉しくって、その声のやっぱみんなが喜んでくれた姿っていうのがすごい、もうこれからもっと頑張ってやろうっていう気持ちになりましたね。ご家族の反応とか、コタさんどうでした？なんかこれちょっと僕そっかって思ったんですけど、多分コウキとラナは親に言ってたんですよ。ワンマンの時にメジャーデビュー発表するよっていうのを言ってて、で MC でメジャー発表します、まあそうだよなってなったらしいんですけど、私すごい人に振りましたね。ちょうどよくで、僕お母さんに全く言ってなくて、っていうのもその癖がなくて、親に報告するっていう癖がなくて、なんか手紙とかも学校からまた手紙とかも出さないし何も親に言わないみたいな。お母さん大変だったね、みたいなので、ライブ終わった瞬間にコウキくんの肩をですねバンと叩いて、ひどくない？教えてくれなかったんだよって言っててあ、そっか、俺言ってなかったんだけど言ってなかったことにも気づいてなかったんだ、時までもう知ってると思ってて、なんだか知らないけど。そっか、親御さんも仲良い？そうですね、つながってはいるのか。もうママグループラインがあるんです。素晴らしい。でもコタのママが一番やっぱライブ来てくれるし、高校の頃は全然コタ自身が言ってなかったんで、まずバンドの詳細も全く言ってなかったんですけど、一回伝えてから毎回ぐらいで来てくれるようになって、多分それで SNS とかで情報は全部追ってくれてるんですけど、そのメジャーデビューって出てないじゃないですか。出さないもんね。そうですよね。だからそういうのはコタからの口しか聞けないからコタが言わなければ
把握はしてないよねっていう。コタいやーこればっかりは俺じゃないえ俺じゃないよ俺じゃないの？俺は悪くない俺です。は悪くないよ。こればっかりはコタだろ。まあでもサプライズじゃないですか。あー、まあ確かにねそういう思いでいました？まあそっかそういうもんです。まあ心づもり的には。でもあれですね、きっとじゃあこの一番やっぱりメジャーデビューするって結構大きなね情報じゃないですか。これをコタが言わなかったってことはきっと今後はねみんななんていうの、ママラシカみたいに呼んでる？ココラママがねどっちかというと失礼しました。じゃあココラママ LINE グループがめちゃくちゃ動くんじゃないですか、これから。そうですきっとね、コタのママにもちゃんと伝えてあげようっていうねお母さん親御さんたちがね多分頑張るのかな。いやでもあなたもちゃんと言わないとですよ。いや頑張ります。じゃあ頑張りますここから。伝えてあげてください。はい。メジャーデビューが決まったことでミュージシャンとしての心境には、変化ありましたか？なんかプロとして頑張っていこうってその自覚とか覚悟だったりっていうのはどうでしたか？こうきくん。そうですね、やっぱり今メジャーデビューっていうと、なんかそんなに大して変わらないっていうか、あんまりなんかやっぱり SNS の力も強くなってきて、ね、もちろんいろんな方のサポートとかもあるんですけれど、やっぱり僕としてはなんか覚悟っていう意味でのメジャーデビューなのかなっていうふうに思っていて、なんか本当にもうもう逃げずにもう真っ向から向かってもうメジャーデビューしてメジャーアーティストとして頑張っていくぞっていう自分の中での決意が一番このメジャーデビューっていう意味があって、今話してくれてるその目もねすごくそれを感じます、なんかすごくまっすぐな強い瞳で今喋ってくれました、ありがとうございます。ラナちゃんどうですか？はい、私もなんかその発表するまでもちろん決まってたので、やっぱりいろいろもっと頑張りたいなっていう思いはあったんですけど、やっぱり発表してこれだけそのワンマンライブに来て、自分たちだけを応援しに来てくれた人もすごい喜んでくれたし、そのライブを作ってくれる動いてくれるたくさんの、チームメイトもできて、やっぱりそこで本当になんか自分たちのためだけじゃなくて、やっぱりこの人たちのために音楽をやりたいっていう思いがすごい強くなって、余計楽しくなったっていうのもありました。素敵ですね、だから一つのなんか責任感って言ったらあれですけどね、そういうのも生まれた中ででもそれを楽しめてる、すごい強い、素晴らしいと思いますコタくんどうですか？この流れだとね、3人の中だと多分言いたいこと全部言われてるんですけどそうだよね、最後だとそうですよね、でもやっぱりそのコウキとかラナが言ってくれた通り、やっぱりそのメジャーデビューをするって公言してから、やっぱり周りからの目っていうのがすごい感じるなっていうのを思ってて、軽率な行動だったりとか何なりはもちろん、最初からしてないですけど、よりできなくなったっていうのもあるし、ただそんな中でなんか自分が一番楽しめる音楽をみんなにも提供したいっていう気持ちがやっぱりより強くなってきてて、そのためにいろんな練習だったりとか時間の使い方とかみたいなのは一応考えてはいてっていう感じではあって、まだそのプロとしてみたいなはっきりとしたところまでは大まかにしかちょっと見えてはいないんですけど、これからですよね、きっとね、でもそんな中でもやっぱりしっかりやっていけてるのかなっていうのは自分の中では少し思ってはいますね。やっぱりずっとここまで頑張ってきたからこそのメジャーデビューが決まったっていうことだと思いますし、そこは3人それぞれなんかレーベルの先輩みたいに話したくないですけどでも本当その自分たちに自信持って、なんか今その輝かせてる目をそのままね輝かせて楽しんでやっていってくれたらすごくいいバンドにさらになっていくんじゃないかなって勝手に思っております。ありがとうございますメジャーデビューシングルについてもちょっと伺いたいと思います。5月1日に、手のひらで踊らせてという曲がリリースになりましたが、こちらはどんな曲になっていますか？この曲は結構もうサウンドとして超かっこいい曲を作ろうっていうところから始まった曲で、歌詞の内容については女性の結構
危なっかしいような恋愛の曲になってるんですけれども、かっこいいグルーヴに乗せてかっこいいバッキングに乗せて女性の寂しさを歌ってるような曲になっています。本当にかっこいいです。ありがとうございます、とにかくまずかっこいい、グルーヴがすごくいいですね。いやなんか目指したこういうサウンドみたいなのあるんですか？なんかもともとやっぱりメジャーデビュー曲っていうところで書いてたので、もうとにかくかっこいい曲作ろうっていうところから始まって、でその上で結構何曲もデモを作ったんですけど、その中でいろんなそれこそメジャーな曲だったり、マイナーな曲だったりスローテンポな曲だったりいろいろあったんですけど、その中でもこのバッキングとベースドラムの絡み合いが一番いいなっていうのでこの曲になりました。なんかリファレンスにした楽曲とかってあったりします？リファレンスにしたのはなくて、もうこれは自分の中から割と、手癖的にもあるバッキングではあったので、っていう感じですね。すごいですね。じゃあこうきさんの中からメジャーデビューシングルとして、まず一発目出すっていう思いで生まれた楽曲。そうですね。これはこうきさんがまたその土台は作って、ラナちゃんとコタくんが一緒に乗っけてったっていう感じなんですかね。どういう風に実際やってたんですか、その曲作り？結構もう割とイントロの部分の構成を何回も繰り返していくパターンで、サビだけちょっと変わるっていう感じなので、もう基本的にはもうイントロできた瞬間にもうこれをやろうっていう感じで、サビでが変わっていくっていうこのかっこよさが結構僕のなんか癖というかっていう感じだったので、もう割ともう3ピースの構成自体はもう僕があらかじめ作ってあった状態のものが多くて、それをプロデューサーさんと結構アレンジを練ったりっていう感じで、グルーヴに関しては結構詰めたりはしたんですけど、曲作りに関してはそういう感じですね。今回グラミーウィナーの匠正則さん、EXILE やDAPUMPにも楽曲提供プロデュースの経歴があります匠正則さんをサウンドプロデューサーに迎えて制作されました。じゃあそれはこうきくんが作ったその3ピース、基本のベースを匠さんにも共有して、そこからまたさらに練っていった感じになりますかね。どうでした実際匠さんとやってみて？匠さんのアレンジっていうのがものすごく僕らの素を大事にしてくれてるっていうか、他のプロデューサーさんだと結構僕らが出したアイデアをガラッと変えてくださることも多くて、で僕らがそう依頼することもあるんですけど、この曲はすっごい原曲をそのまんまかっこよくしてくださった感じがあって、もうそれがさすがだなっていうのと、あとは結構サウンド面になんかいろんな工夫とかがあって、それこそねドラムとかだとそうですね、ドラムはその匠さんが最初から持ってきたアイデアとして、ちょっと打ち込みドラムっぽくしたいっていうのがあったんですけど、ただドラムは叩いたグルーヴの中からいい箇所を切り取って、それを繰り返していくことによって、少し打ち込みチックだけどかっこよく、あと人が叩いてるグルーヴにはなるみたいな、そういう部分の工夫もちょっとしたりはしててっていうね、なんか面白いなんか制作秘話とかもいろいろあるんですけど、ぜひそれ聞かせてくださいよ。そうですね。とか、あとは匠さんがその持ってるシェイカーとかがいろいろその各国のいろんな国で買ってきたようなシェイカーをたくさん持ってて、それを握らせてもらって、でそっからじゃあこれ使おうかこれ使おうかって決めたんですけど、なんかどれもなんかシェイカーってほぼ一緒だろみたいな感じで言ったら全然違くて、重さも音もなんかそれこそ音の長さサスティンも全然違うしみたいなところで、なんか同じ楽器でもやっぱりこうやって変わってくることって、パーカス系とかそのアコースティック楽器って本当に違うんだなっていうのは思ったりもしてて、しかも手作りだったもんね。そうなんかブラジルで買ったって言ってて、現地の人が多分手作りっぽい感じで作られた、色ももう多分手で塗られてるんだろうなっていうアナログ感あるシェイカーたちが。でもそれはやっぱり実際その匠さんの現場にお邪魔して目の前にそういうのを見て、でそれを試してみないとやっぱりわからないものですよね。全然分かんなかったですね。なんか曲によってもこれが合わないとかもやっぱりあるんで、今日はこっち使おう今回こっち使おうみたいなのもやっぱりその時その時の
サウンドと相談しつつ決めてったって感じですね。じゃあもう早速その匠さんと生むことができたはい、ものの一つですね、それはね。そうですね。ラナさんは何かありますか？どうでした今回？私はまずコウキがデモを送って、それを匠さんがアレンジして戻してくださったんですけど、もうそれを私は車の中で聞いたんですけど、最初に本当にすごい自分たちの曲はそのままなのにすごい垢抜けたっていう感じがして、やっぱり自分たちにはまだ思いつかないようなそのストリングスの音のラインだったりとか、はい、そういうのがすごい大人っぽく垢抜けてて、私たちがそう求めてるところを自然と引き出してくれてるなっていうのがすごい感動して、そうです。なんか聞かせていただいたんですけど、まさにその3ピースのその3人のそれぞれの良さも出つつ、その最初にねそのストリングスが流れてくるじゃないですか、さらに一気にガラッとなんていうのかな、パワーを曲になんか宿してるような気がして、でもさっきこうきくんが言ったようにそれぞれの良さを生かしつつ垢抜けさせた楽曲、まさにメジャーデビューシングルにぴったりですね、これはね。すごいですねいやすごいよかった、ありがとうございます。で実際じゃあそのレコーディングもねしたと思うんですけど、それはどうでした？まずじゃあボーカルの大きく、もうとにかく僕は結構音の良さが気に入っていて、なんかやっぱ音がいいと繰り返し聴きたくなるというか、そうですね、やっぱそれがものすごいいいなと思っていて、あとはストリングスを実は生でも入れてて、で生のストリングスだけだとなんかすごいなんか繊細な生っぽさになっちゃうんですけど、この楽曲は生のストリングスと打ち込みのストリングスをどっちも混ぜて使ってるので、すごい太い音のストリングスができていてっていうところも含めてすごい音の良さが気に入ってますね。実際ボーカルではどうでした？結構やっぱ歯切れよく歌わなきゃいけないので、僕の、ちょっと苦手分野って言ったらあれですけど割となんか声が立ち上がるのがゆっくりなタイプなので、結構そこは苦戦しながらもそれこそディレクションしていただいて、今までのここらしかの楽曲聴いてても確かにこうきくんが言ったようにあんまりなんていうのかな、今回の曲ほど言葉がその歯切れを大事にしているというか、粒立ちのいい感じっていうよりは割となんていうのかな、グルーヴに沿ったゆったりとしたものもあったりとか、そういうものが多かったと思うので、本当にこの楽曲聴いた時になんかガラッと新たな一面出してきたなみたいなものをすごく感じました。ありがとうございます。資料によりますとね、歌詞が割と耳なじみのないワードが散りばめられており、その違和感も聞きどころっていう風にちょっとここにも書いてあるんですけど、結構そこは意識して書きました？それこそまずタイトルが手のひらで踊らせてっていうタイトルなんで、手のひらでだいたい踊らさせられるじゃないですか、踊らされるそうですね、相手になんか手のひらで踊らされてるなみたいなっていう言い方するんですけど、本意じゃない感じになりますよね、けどやっぱりなんかこの歌詞の意味として、やっぱりちょっと目上の相手に対してすごい自分が危ないような恋愛をしちゃってる時に、もう手のひらで踊らされてる状態でもいいから隣にいてほしいっていうような曲で、相手の目上のいわゆる下に見られてるなって思ってた相手にも言葉を重ねていったら寂しさもそこにはあったんだっていうのを気づいた上で、あなたと手のひらで踊らせていさせてほしいなっていうような歌詞になっていて、それを直接的に言うってよりかは、なんかその上で言葉遊びをいろいろしたりとか、結構詰まってるところにタタ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 タみたいな、そこがやっぱ癖になりますよね、まずね。そういうなんかちょっと中毒性みたいな歌詞の雰囲気はすごい意識しましたね。割とあれですか、メロディー先に浮かびました？じゃあこれはメロディー先ですね。なんかそんな気がしましたね。どうですか、ラナさんは実際ベースを弾いてみて、今回この楽曲どういうところを注目してほしいだったり、自分が意識した点っていうのはどういうところですか？この曲はベースは結構難しくて、ずっとワングルーヴな感じで同じグルーヴを貫くんですけど、最後の方にベースソロが出てきてかっこいいですね、あれ本当に。そこはもう
音色も少し変えてバチバチにしているのもありますし、やっぱりそのグルーヴを貫いたままベースソロいけーってやってるのが自分的には結構お気に入りなので、そこは注目して聴いていただけたらなと。あんなかっこいいベースソロで実際はご本人がベースソロいけーってギャップ萌えです。これはかわいい。いや本当すごく注目ポイントだと思うので、皆さんぜひそこ聞いてみてください。コタさんはどうですか？そうですね、基本的にはこの曲、ドラムはそのいわゆるバッキングというか、どっちかというと自分が目立つよりは、そのグルーヴを前に出していくっていう、それをバッキングっていう、役割を僕はちょっと持って叩いてるんですけど、今言ってたベースソロのところだったり、落ちサビのところだったりっていうところで、その16ビートは絶やさないけど、でもすごいかっこいい8分の裏のビートも入ってるというような、少しグワングワンするなっていう感じのグルーヴ感ビート感を出すようにはレコーディング頑張ってやってて、でその中でそのベースソロをいかにかっこよく聴かせるかっていうところで、ベースソロだけ別撮りして、あえてスティック逆に持って太いところでライドのベル叩いたりとかっていうのをやったりはしてましたね。すみません、私ドラムあんまりわからないんですけど、そのあえてスティックを逆に持つっていうのは、どういうなんていうんですか、効果が。今そのオーソドックス、普段世に出回ってるようなスティックって、持ち手が太くて先端がちょっと細くなってるんですけど、それ逆に持つことによって太い方が割と重いので、その重い方で叩くとその甲高くて太いいい音が出るんですけど、でその音が欲しくてあえて逆に持って、強く甲高く叩くことによって、ベースソロがグッと持ち上がるイメージが出るかなっていうので、そういう風にしましたね。わー、じゃあちょっとリスナーはここそうやって持って叩いてるんだっていうのをちょっと意識しながら聞いてみると、またなんか見えてくるかもしれないですね。ぜひそうしていただけると嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ですね、あっという間にお別れのお時間となってしまったようで、ちょっと次週に持ち越しなんですけれども、皆さんどうでした？久しぶりの私とのラジオ会。いや、やっぱなんかめちゃくちゃ話しやすいんで。めっちゃいいです。本当ですか？大丈夫でした？超やりやすいですね。やっぱり嬉しいですね。レベルメイトっていう。いやそこ？いやここがね。ここがハートの部分がねあるからあるんで。お姉さんって感じもするし、めちゃめちゃね、なんか頼りがいがあるというか、すみません、なんか私を褒めてもらう時間になっちゃった全然ラジオ喋ってみての感想で全然大丈夫なんですけど、でも私今日今ね早速パーソナリティでこう3人の話聞いてて、やっぱり初回の時は本当にそのまだねメジャーデビューも決まってない状態で、今こういうこと頑張ってますって言って3人のちょっと初々しい部分だったり、今こういうところに夢中でやってますっていう話を聞けてたのが、今日はもう本当になんかみんなしっかりとした眼差しでね、もう前回もそうだったけどさらにその責任感もなんかあるような感じでね、しっかり話してくれたのがなんかますますここらしかワクワクっていう感じで、ありがとうございます。すごく感じました。すごく楽しかったですね。ありがとうございます。お知らせここでもし何かあったら、コタくんの方からですね、お知らせをさせていただこうかと思います。お願いします。はい、ここらしかライブ情報が各種 SNS やホームページにて載っておりますので、気になる方はよければそちらここらしかで検索していただけたら出ると思いますので、チェックの方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。